皆さんこんにちは、塩旅です。なんと今日は東京に来てトライアンフのバイクをお借りしています。今回お借りしたのはボンネビル T120 とボンネビルの T100 台をお借りして実際に乗り比べてちょっと試乗させていただいてます。で、私実はトライアンフって初めて乗るんですよね。この間のトライアンフのブランドナイトの時に初めてまたがらせてもらったんですけど、実際にエンジンを始動させて公道を走るっていうのは初めてになるのでとっても楽しみです。で、なんとですね、今日は2台あるということはもう1人誰が乗っているのということなんですけど、今カメラを撮ってくださってるマットニキという SP コネクトのアンバサダーをしている YouTuber の方で、この間の SP コネクトの撮影が年末にあったんですけど、その時にお友達になりまして、今回は東京で一緒にトライアンフで走ろうということで来てます。よろしくお願いします。マットライダージャパンのマットと申します。ようこそ東京へ。なんかちょっとよそ行きの声。よそ行きですか？ちょっとよそ行きの声。よそ行きですか？アンチョビさんが東京に遊びに来るっていうことで、でバイク乗るタイミングがあるっていうことで、ドゥカティ買っちゃったじゃないですか。はい。いやもうトライアンフ乗ってもらおうということで借りてきました。ということで、今日はボンネビル T120、T100 っていう T120 は結構フラグシップみたいな一番トップのバイクなんですけど、T100 と乗り比べて何が違うんだろうっていうのは結構皆さん気になってるネタだと思ってて、僕がやりたかったネタなんですよこれ。だからもう塩旅さんとコラボして、結構ね T120 とか T100 女性で乗ってる方も多いので、女性目線で乗り比べてみてもらえばなと思ってます。ちょっと実際に私も、大型の免許のまだ歴は全然浅いんですけど、実際にこの 900cc と 1200cc を乗り比べて、楽しんでいきたいなと思いますので、今日一日マットによろしくお願いします。お願いします。ではまず2車種の車両スペックからご紹介します。ボンネビル T120 は 1200cc 並列2気筒エンジンの6速ミッション。車両重量は約 236kg で、価格は171万9000円と公式ホームページで掲載されています。車両外観ですが、フロントブレーキはダブルディスクになっており、外装はクロームパネルやツートンカラー採用車が多く、またエンジン周りを含め塗装の質感がより豪華で細部の仕上げまで来られている印象です。また T120 にはロードレインに切り替えられるライディングモードがついていたり、標準装備でグリップヒーターが搭載されています。一方でボンネビル T100 は 900cc の並列2気筒エンジンの5速ミッションです。車両重量は約 228kg と 7kg ほど T120 より軽くなっています。価格は135万9000円と T120 と40万円近い差があります。車両外観ですが、フロントブレーキは T120 はダブルディスクだったのに対し T100 はシングルディスクで、エンジン周りもブラック仕上げが中心で落ち着いた印象を受けます。ですがクラシックバイク好きの中には T100 のシンプルさの方が本来のボンネビルらしいとして好む方も少なくはないそうです。 T120 に標準装備としてついていたライディングモードやグリップヒーターは標準装備ではありません。トライアンフはクラッチを握ってエンジン始動らしい。めっちゃいい音。じゃあついてきてください。まずは僕が T100 を乗るっていう。ちょっとこっからもありますよ。私が T120 に乗っています。でかい方を先に乗せるっていうね。大きいの乗れればあと乗れるでしょ理論ね。わかります。最初にね、小さいの乗ってしまうより大きいの乗っちゃった方がいいでしょって。そうです。怖くなくなるでしょって。俺T100 はなんですけど、今駐車場走ってるんですけど、もうクラッチ握らなくても惰性で進んでいくんですよね。そんなの120でしたらエンストします？ 120 も多分いけると思う。逆にいけます。レッツゴー。どうですか120。すごい、車重あるのにやっぱり排気量あるから軽いです。走り出すと車重感じないですよね。233キロもあるんだっていう。
今から橋じゃないですか。軽いバイクよりやっぱ重たいバイクの方が安定感あって安心しますね、風があっても。そうですね、やっぱり高速道路とか乗ると顕著にやっぱ中型とかの軽いバイクだとやべえ吹き飛ばされそうってなりますけど、ちょっと怖いなってなるんですけど、モンデビルぐらいの重量あればね、全然もうちょっと風強いと怖いかもしれないけど、今日ぐらいの風の強さだったらでもまあまあ強いですよね。今日風強いですよね。どうですか、なんか不安なところとかありますか？大型初心者のアンチョビもいや、大型初心者でも全然乗れますね。 T100、T120 どっちって言うて、意外とそんなにアンチョビさんでも差を感じないって言ってたから、あとはもう価格差とか性能差で決めちゃってもいいかもしれないですよね。もうシートコーンも変わらないし、あれ T120 の方が足つきいいんじゃないって今言ったじゃないですか。そうです、私の感覚ですけどね。でそうで車重も5キロしか変わらないから、ポジションめっちゃ楽です。ステパハン普段乗ってるからですよね、きっと。あれ GB もステパハンですよね。まあまあ乗りにくいし、肩がやられるのはまあ承知の上でカスタムはしてるんですけど、やっぱこういうバイクに乗るといいなって思います。どんと行きたくなる。しかもそっちはクルコン標準装備ですからね。いやでもマット2機いつもスラクストン乗ってるじゃないですか。大丈夫ですか、肩とか腰とか。でももともとスーパースポーツ乗ってたんですよ。 SS 乗ってたんで、レース寄りの、あれに比べるとスラクストンの前傾って可愛いよって思っちゃうんですよ。あー、確かに。そういうデザインだったらサイドバックとかも似合うから、でもやっぱ革とかのちょっとおしゃれなやつつけたくなりますよね。可愛いですね。トライアンフが本当に可愛い。バイクが全部可愛い。おー、ストレートいい音。よいしょ。ごちそうさまです。 T120 ありがとう。じゃあ続いて T120 でまた僕が先導します。はいで T100 乗ります。よし行きましょう。はい、乗り比べ楽しみだな。こんな贅沢なことないぞ。よいしょ。あ、よいしょ。足つきは本当に変わらない。確かに T120 の方がなんかシートコいいような気もしないですね。やっぱり？じゃあ行きます。 OK 行きましょう。でも出だしがやっぱ 1200cc あるなって感じするわ。違います？なんかね、すごい余裕がある。でもそうかも。それは2速に上げたいなって思う感覚が違う。そうですよね。やっぱ 900cc と 1200cc で、でも扱ってる感じどうですか？気楽さはそっちの方が気楽とかあります？普段乗ってる GB に近いのは全然やっぱこっち。そうなんですね。でも最近大型の免許乗り始めていろいろ試乗させてもらってる大型バイクっていう感覚は T120 が近いです。やっぱりこうやって乗ってみるとなんかそこまでって感じ、差が感じないかなみたいな感じですよね、下道だと。全然大きく感じないので、確かに高速とか乗ると全然違いそうですね。T120 の方が高速は全然余裕だと思うんですよ。全然余裕だと思うんですけど、でもね、そのエンジンも十分いいですからね。あとはあれかな、ブレーキかけた時にフロントのブレーキがこっちがダブルディスクでそっちがシングルディスクなんで T100 の方が、そういった部分はあるかもしれないですけど、ちょっと制動力が思いました。ディスクの数が違うなと思って。そう制動力がいいのが T120 とかですけどね。35万の価格差ですね。
でも T100 も全然良くないですか？全然いいです、もったいないぐらい、でも36万の価格差、頑張れるなら僕は T120 の方がいいかなと思うんですよね。いやー確かになんか頑張って欲張ろうかなとは思いますけど、だけどなんか本当それこそ初心者とか初めての大型バイクとか、なんとなくバイク乗りたいボンネビルがかっこいいからっていうような感覚で選ぶにはもう全然 T100 で何ら損傷ない。だからあとはもうなんだろうね、細部のデザインのこだわりとか、T100 の方がやっぱりこのメッキバージョン基本はメッキなんですけど、T120 の方は基本はメッキのデザインとかしてるんですけど、エンジンのサイド部分とかも、T120 ブラックっていうブラックアウトされたバージョンもあるから好きなのを選べたりとかしますからね。そのブラックがあるのは120だけなんですね。そうですそうです。100はどちらかというとコスパマシンなんで、全部そういう見た目ですね。で厳密に言うとその同じエンジンベースで、もっと安くて10キロぐらい軽い、さらにスピードツイン900っていうのもあるんですけど、それを出すとちょっとねややこしいので今回はこの2台にしようかなと思ったんですよ。スピードツインはまたもうちょっとスタイルが違う。そうですね。メーターも一眼とかなんで、そうメーターも一眼でデジタルメーターなんですよ。で足つきがね10センチ低いんで足つきはさらにいいです。そうなんですか？そうスピードツイン900は。であとね価格もね結構安いんですよ。120万ぐらいだから10万ぐらい安いかな T100 より。スピードツインの方が悪いのかなって思ってました。なんかお尻上がってるイメージないですか？確かにデザインはそんな感じなんですけどね、実はね足つきと価格とかはねあっちの方がいいんですよ。あとエンジンもねちょっとねでもスポーティーな感じなんですよね。元気な感じで、そう5速までないしかないですこっち。なるほど。T100 は5速なんで T120 は6速まであるんですね。ちなみにさっきこの道 T120 で走った時は4速まで上げなかったですね。本当ですか3速で私走ってたと思います。でもあれですね、白鳥さん結構身長が僕より高いから足も長いと思うんですけど、でも身長高いからもしかしたらね女性の方には参考にならないかもしれないけど、それでも大型初心者で乗ってもらって T120 の方がいいかなみたいな感じですもんね。免許取ってまだ何ヶ月だろう、3、4ヶ月で大型バイクは最近納車されたデカティの1人5000円に乗ってるんですけど、あれはなかなか足つきが悪くてトントンなので怖いんですよね、やっぱ乗るのが。なんか怖くて1人でフラッとは乗れないんですよね。誰かと一緒にちゃんとしっかり乗るぞっていう時しか出さなくて、なのでやっぱ足つきがしっかりしてるっていうのは安心につながるし大事だなって思います。気軽に乗れますよね本当。これでシートバッグつけっぱなしにしてちょっと買い物行こうかなぐらいなツーリングがてらっていう気になるよね。でも僕結構ね T120 はもちろんなんですけど、この 900cc のエンジンすごいいいなと思ってるんですよ。実はバランスがいいような気がします900のエンジン。そのエンジンの発生車種って今スピードさっき言ったスピードツイン900とスクランブラー900っていうのも同じエンジンベースなんですけど、そのエンジンでボーバーとか出るとねもっと女性とかも増えそうだなと思うんですよ。あとはそうですね 1200cc もいらないかもなと思ってる女性の方とか多いかもしれないですね。それは確かに正直ありますね。1200大きいなーってやっぱり思っちゃうんで。でも意外と乗り比べるとそんな差ないよねっていう感じですよね T120 と T100 は。もうどちらも大型バイクには変わりがないので、女性にはまあね大型バイクの免許まで取得するってハードルはすごい高いとは思うんですけど、いざ経験者の私が中型2年乗ってその後大型取った私から言わせてみれば大型バイクは世界が広がるぞって感じですね。なるほど。乗り方はそんなにスピード私普段出さないからそんな中型乗ってる時と変わらないんですけど、いろんなバイクに乗れるようになったこととか、あと高速がすごい楽になったこととかは。高速はねそうですね、やっぱ大
型で走るのと中型で走るの全然違います。意外と T120、T100 違うって言われたらそんな違いないよってもう本当高速の余裕さと価格差とっていう、で今回大型所有者のアンチョビさんに乗ってもらってそれが立証できたなってちょっと思ってます。何ら違いはない。はい。ということで帰ってきました。ボンネビルの T100 と T120 乗り比べしてみたんですけど、走行中にお話しした通り何ら変わらないかなっていうのが私の意見で、重さ的にも実際は5キロ違うんですけど、そんなに取り回しが大きく変わることもなければ、足つきも数値的には一緒なので、本当に好みだったり、見た目だったりお値段だったりで決めてもらえるバイク2台なんじゃないかなと思いましたね。2期。はい、ということでそうなんですよ何休憩してんですか？風で飛ばされて気になってたんですよすいません、ありがとうございます。ということで今回トライアンフを初めて試乗させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。トライアンフイーゾーおじさんとしてはね、シュワタビさんにぜひ乗ってもらいたいっていうのありますからねいや、私トライアンフ似合うとかすごい言ってもらうことがすごい多いんですけど、一回も乗ったことなかったっていうのがすごい悔やまれてたので嬉しいですね。こんなおしゃれなバイクに。はい。あとこのエンジンのフィーリングいいっしょ。エンジンの感じいいです。もうなんか音とかしか分かんないですけど、音もめちゃくちゃかっこよくて、私の好きな低いサウンドでトコ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 なんか高級感のあるお上品な音がしましたね、両方とも。はい、これがねいいですよ。お墨付きですもんね、マットさんのトライアンフは。はい、ということで比較動画になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。マット2期ありがとう。また次の動画でお会いしましょう。